家でも、公園でも、カフェでも、スキー場でも、ゲームがしたい。俺の名はシュラウド。シュラウドといっても、某有名ゲーマーではない。ただの素人 PC ゲーマーだ。今日は春休みをもらった。そろそろ暖かくなってきたし、どこか遠出をしたい気分になった。今回はこのゲーミングノートパソコンを持っていこう。持ち物はゲーミングノートパソコンとマウスとゲーム用コントローラーも忘れずに持っていこう。それでは行ってきます。今回旅のお供に持ってきたノートパソコンは MSI のステルス GS6612U だ。到着するまで少しこのノートパソコンの紹介をしていこう。このノートはインテル12世代 Core i7-12700H を積んでいる。P コアが6個、E コアが8個の14コア20スレッドだ。GPU は NVIDIA GeForce RTX 3070Ti ラップトップ GPU8GB GDDR6 が搭載されている。これだけで十分遊べそうなスペックだ。メモリは DDR516GB が2枚搭載されており、ストレージは NVMe M.2 SSD が 512GB 搭載されている。次に本体について見ていこう。本体サイズは横が 358.3mm で縦が 248mm となっている。本体の重さが 2.1kg。インテル第12世代 i7 と RTX3070Ti というスペックを考えたら、このくらいの重さで持ち運べるならいいのかもしれない。続いて愛用周りを見ていこう。まずは左側面。左から電源、サンダーボルト4 Type-C、HDMI、USB 3.2 Gen 2 Type-A がついている。サンダーボルト4がついているのはありがたい。出先でも電源アダプターがなくても給電することが可能だ。右側面も見ていこう。こちらも左からイヤホンジャック、USB 3.2 Gen 2 Type-C が2つ、USB 3.2 Gen 2 Type-A、LAN となっている。USB 3.2 Gen 2 Type-C は映像出力にも対応しているようだ。裏面には大きく吸気口が作られている。このスペックのものを冷やすにはかなりの冷却性が必要そうだ。では続いて中も見ていこう。まずはモニターから。このモニターは 15.6 インチで解像度は 4K となっている。モニターはノングレアで光の反射を軽減してくれる。リフレッシュレートは 60Hz までだが、Adobe RGB 色域相当のパネルが採用されており、どちらかというとクリエイター向けのパネルなので、ハイリフレッシュレートでゲームをプレイしたい場合は、ゲーミングモニターを接続するのがいいだろう。GPU の性能的に 144Hz や 165Hz までは問題なく動作するだろう。また、インカメラも搭載しており、こちらはマイク内蔵型で顔認証にも対応。92万画素とオンライン会議等でも十分に役立ちそうだ。続いてキーボード周りも見ていこう。左側にはインテルと NVIDIA のシールが貼ってある。今回こちらのキーボードはスティールシリーズパーキー RGB が搭載されている。また日本語配列のキーボードとなっている。キーのストロークはあまりカチカチとしない感じだ。せっかくなので打鍵音も聞いてもらおう。あまりカチカチ音はしない。でもしっかりとクリックした感じがわかる。続いてタッチパッドだが、かなり大きめでクリック感も良い。指紋認証もここで可能となっているのだが、このタッチパッドの上の部分、ここはクリックできないようになっているので注意だ。あと他に搭載されている便利ツールはここに載せておく。気になった人は一時停止を押してくれ。では続いてこのノートパソコンの実力も見ていこうかと思う。
まずは恒例のシネベンチ R23。ノート用 CPU とはいえ、これだけのコマが出てくるのはすごいとしか言えない。ということで結果だが、マルチが 17,343 ポイント、シングル1716ポイント、最高温度が97度となった。最近のノートパソコンは CPU が高性能なせいか、サーマルスルットリングが起きても性能を十分に発揮できるようだ。まあこんなに高負荷を連続して使用するかどうかは別として、続いては FF14 ベンチマークも回してみよう。設定はフル HD の高品質で行った。FPS は常に120以上出ているので問題なくプレイもできそうだ。結果は21,110の非常に快適判定だった。続いては FF15 ベンチマーク。こちらは高品質でフル HD、QHD、4K と試してみた。QHD と 4K の方はキャプチャーモードが使用できなかったので OBS で内部録画をしたので、実際のプレイと多少差が出るかもしれない。比較的重い FF15 ベンチマークでもフル HD で90前後出ている。解像度を上げた QHD では70前後、4K となると40前後となった。 QHD でも70前後出ているのはすごい。結果はこのようになった。こちらは QHD までなら遊べそうな結果となった。続いてはモンスターハンターライズも試してみた。設定はグラフィック設定高でフル HD と QHD、4K で試してみた。フル HD では FPS がだいたい130前後出ているので問題なさそうだ。QHD も80前後出ているが 4K では40前後となっているので、このゲームも最高画質でやるなら QHD がいいかもしれない。モンスターハンターは FPS ゲームではないので、ゲーム画面をきれいにしながらやった方が楽しそうだ。続いてエルデンリングもやってみた。こちらも品質設定の高でフル HD と QHD、4K で試してみた。こちらもフル HD では問題なくプレイできた。ただこちらは QHD と 4K だと 60fps は難しい結果となった。ここら辺はゲームによって差が出るので仕方ない。で、シネベンチやゲームなどをやっていて気になったことが一つある。それは音だ。ノートパソコンは小さな筐体に強いスペックのものを入れているので、どうしてもファンの回転音などが大きくなりやすい。知られている通り、フル稼働時の動作音は大きめ。これまで複数のモデルを試したが、メーカー問わず同じ傾向だ。ヘッドセットを使う場合は問題ないが、クリエイティブな作業やヘッドセットをしない環境だと少し気になるかもしれない。薄くてコンパクトなノートだから仕方がない部分ではあるとは思う。もちろんブラウジングや軽い作業であれば大きい音はしなかった。とこんな話をしているうちにスキー場に到着した。せっかくなので雪の上でパソコンを動かしてみたり、休憩所で実際に遊んでみたのだが、残念ながら人が多かったので撮影することはできなかった。ただバッテリー駆動でも十分にエルデンリングが遊べるほどではあった。ということで今回は MSI のステルス GS6612U を紹介してみた。ゲーミングノートパソコンとはいえ、どちらかといえばクリエイティブ寄りなゲーミングノートパソコンだと思った。もし気になる方は概要欄からぜひチェックをしてみてほしい。それではまた。